皆さんこんにちは。山口県立萩美術館浦上記念館の淵田恵子です。山口県国際交流員のティナ佐藤です。2018年にアメリカから来ました。2019年に韓国から山口県に来ました。同じく国際交流員のイ・スンワです。山口の文化力を発信するカルチューブ山口として山口県立萩美術館浦上記念館から浮世絵シリーズを配信しています。第5回目となる今回は当館が所蔵する鈴木春信の作品を山口県の国際交流員さんと一緒にご紹介していきます。自然が豊かな山口県萩市にある山口県立萩美術館浦上記念館は東洋当時近現代の陶芸工芸作品浮世絵版画を専門とした美術館です。当館は萩城下町に隣接し、静木山を眺めるスポットやブライダル写真の撮影にも利用される中庭があります。この特選鑑賞室は当館が所蔵する浮世絵の中から厳選した名品1点を月替わりで展示してゆっくりとご鑑賞いただく部屋になっています。今回ご紹介するのは鈴木春信の座敷八景鏡台の秋月という作品です。2020年は10月31日まで展示しています。鈴木春信という絵師はこれまでご紹介してきた浮世絵師たちの中で一番古い時代に活躍した絵師なんですね。春信が活躍した頃、木版の技術が飛躍的に発展して浮世絵の表現の幅が広がります。ですので今日は浮世絵の様式の変遷の話から始めたいと思います。浮世絵版画は成立した当初、墨一色で刷られたものでした。それが一枚一枚筆で彩色した作品が作られるようになります。さらに木版で複数の色を刷り重ねていく技術が確立されて、2、3色を刷り重ねたものが作られるようになります。そしてこのような初期の多色刷り木版画がしばらく浮世絵の主流となっていきます。そんな中、江戸時代の明和という時期の初め頃に裕福な趣味人たちの間で絵暦のプライベートな交換会が流行るんですね。絵暦というのは絵を主にして作られたカレンダーのことで、浮世絵と同じく木版で作られていました。彼らがよりカラフルで絵にも繊細な表現を求めた結果、木版の技術が飛躍的に発達します。そしてその発達した技術が商品としての浮世絵にも取り入れられていきます。このようにして作られた浮世絵は錦という高級な織物のように色とりどりで美しいことから錦絵と呼ばれるようになりました。そしてこれ以後の浮世絵はずっと錦絵の時代が続いていきます。春信はこの錦絵を創始した人物の一人と言われていて、今回ご紹介する作品も錦絵になります。では絵を見ていきましょう。若い女性が髪結い師に髪を結ってもらっています。室内には獅子が描かれた立派なついたてが置かれており、上流階級のお家であることがわかります。壁のあたりにも注目してみてください。桐の紋がデザインされたおしゃれな壁なんですけれども、よく見ると模様の部分がふっくらしていますよね。これは決め出しと呼ばれる技法で和紙に圧力をかけて立体感を出していきました。この作品は一見したところ当時の日常がさりげなく描かれているように見えるのですが、実は中国絵画の伝統的な画題を今風に置き換えて描くというとても知的な遊びが隠れているんです。元になったのは洞庭秋月という画題で、中国にある洞庭湖という湖のあたりの月夜が美しい秋の景色といった意味です。さて、ではお二人にお聞きしてみたいと思います。よろしければ動画をご覧の皆さんも一緒に考えてみてください。では一つ目です。先ほど月夜が美しい秋の景色と説明しましたが、絵の中で月はどこにあると思いますか？はい、窓の外にあるとかじゃないですかね。ああ、ロマンチックな回答ですね。いやでも鏡がなんか黄色っぽくなってるので、それが月っ
丸っこいですし月っぽいですけど、どうなんでしょうか。はい、じゃあ正解はティナさんが正解です。鏡です。鏡台にかけられた黄色くて丸い形の鏡が月を例えているんですね。では2つ目です。絵の中で秋らしさを感じさせるものは何でしょうか。はい、窓の外にある稲ですかね。あ、あれすすぎじゃない？あ、すすきです。じゃあ答えはですね、正解です。稲ではなくてススキです。秋の植物を描くことで絵の中で季節感を演出しました。いかがでしたか。知的な絵を読み解く楽しみが込められた作品でしたね。楽しかったです。全体的に黄色がかってる作品だと思うんですが、これってやっぱり月を意識したからですかね。はい、そうですね。もしかしたら月を意識していたのかもしれません。はい、春信は他の作品でもこちらの作品のように室内の様子を描いたものがあるんですけれども、こちらの作品の場合だと窓の向こうに梅の花が咲いていて春だということがわかります。月の光や春の明るい雰囲気を表現するために黄色い色調を使ったのかもしれません。なるほど、ありがとうございます。もう一つ質問あるんですけど、身分が違う女性2人描かれてると思うんですけど、顔に特徴がないんですよね。それってやっぱ着物には結構特徴が出てるんですけど、やっぱり顔に出さないのはこの絵師のスタイルなのか、それともどうなのかな。はい、確かに2人ともよく似た顔立ちで描かれていますよね。このような描き方は春信に限ったことではなくって浮世絵の歴史全体でも言えることなんです。女性の顔というのはそれぞれ個別に描き分けるということはあまりされませんでした。女性を描く場合にはその時代ごとの好みやそれぞれの絵師が考える美人の顔立ちで描かれました。例えばこちらの作品でもたくさんの女性が描かれていますが、春信の作品と同じように女性の顔をはっきりと描き分けていないことがわかります。ついたてにある獅子の尻尾をよく見ると色が線から外れてるところが目に見えますけど、このような小さなミスってこの作品の価値を上げる要素になるんでしょうか。例えば平成何年の50円は価値が高いとかみたいなプレミアム効果みたいな。細かいところまでよく見てますね。どうでしょうか。獅子の尻尾の部分はきちんとすり重なっていた方が良かったかもしれません。でもおっしゃるように制作の際に生じたミスが作品の個性となって価値が高まる場合もあります。例えばこのような作品もあるんですが、この作品何かおかしいところに気づきませんか。はい、はい、橋の下の方が水の色になってます。はい、その通りです。池の藍色がそのまま橋の下の色まで続いていて、空の色がつながっていないですよね。ですので、この作品はこの辺りがミスというふうに言うことができます。でこちらの作品は非常に人気があったので、また後にも追加で刷られているんですけれども、その際にはこのように配色が修正されているんですね。このように修正されるのですが、この作品のように同じ作品でもミスがあることで早い時期に刷られたことの証明になって、それが価値となる場合があります。いかがでしたでしょうか。こちらの作品は2020年は10月31日まで展示しておりますが、2021年度以降も展示される機会があるかと思います。今後の展示スケジュールは当館ホームページでご確認ください。ぜひ直に当館で浮世絵作品や陶芸工芸作品をご覧いただき、作品の美しさを一層感じていただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんのご来館を心よりお待ちしてます。